皆さんこんにちは、こうやみです。今回はダイソーの新商品 UV レジン用封入パーツガラスフレーククリスタルカラー、こちらのレビューをしていきます。こちらね、クリスタルカラーというお名前なのですが、クリスタルというよりオーロラなんですよ。今回はこのね、オーロラを活かすため着色料を使わずに作品を作っていくので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは始まります。じゃーん、こちらがガラスフレークになります。動画越しだとね、ちょっとわかりにくいのですが、ブルーもホワイトもオーロラに輝いています。それではこちらもね、ダイソーの商品なのですが、シリコーンモールドドームを使って作品を作っていきます。まずはドームの中に透明のレジン液を流し入れます。なるべく全面に伸ばし広げてから固めていきます。固めることができましたら、もう一度ね、透明のレジン液を入れて、ガラスフレークを封入していきます。これさ、2個でね、110円で売っていたんです。2個で110円ということは、1個55円だよね。めちゃくちゃ安いね。こちらのケースについているシール、ぐるっと一周ついていました。このさ、ぐるっと一周ついているテープね、ベタベタがかなり残るので、このベタベタの処理をしていきます。前にね、かなり苦労していたのですが、このベタベタを取るのにね。そしたらね、コメントでね、テープでペタペタするといいよと教えていただきまして、テープでペタペタしていこうと思います。あ、取れた。あ、すごい。わあ、綺麗にベタベタ取れた。このね、ベタベタがついたまま作業をすると、ケースをひっくり返しやすくなってしまうので、必ずこのベタベタは処理しましょう。ベタベタをきれいに取ることができたら、ガラスフレークをドームの中にドーンと流し入れます。ドーン。様子を見てレジン液を足しながら縁いっぱいまでガラスフレークを埋め込みます。たっぷりとガラスフレークを埋め込むことができたら、シリコーンマットを重ねてレジンライトで固めます。固めることができたら、シリコーンマットを外して高加熱が冷めていることを確認してからモールドカラーレジンを取り外します。よいしょ。うわ、かわいい。あ、いいね。すごいいい。このバリをハサミでカットしていきます。バリをカットすることができましたら、表面をコーティングしていきます。ツヤが出てきた。レジンライトで固めていきます。じゃーん、固めることができたら完成になります。もうね、めちゃくちゃ綺麗よ。なんで画面越しだとこのオーロラ感が出てこないんだろう。こちらのガラスフレーク使うときに一つだけ注意点があります。このね、ガラスフレークというのはガラスを砕いたものになります。こうやってね、レジン専用で売られているものはガラスをね、砕いた後にある程度縁をね、削り落としてくれているのですが、それでもね、ガラスが割れたものには変わりないので、指に怪我をしてしまうことがあります。そのため、こちらのガラスフレークを使うときは、レジンの中にしっかりと埋め込みましょう。
ちょっとでもね、表面にガラスが飛び出ていると、そこで怪我をする可能性が出てきます。なので、アクセサリーにするときは特に注意してください。いつの間にかね、血だらけになってしまったなんて恐ろしいね、事件を起こさないように気をつけてください。ダイソーの新商品、ガラスフレーク、レジンにね、封入するととっても美しかったです。特にね、肉眼だとオーロラにきらめくので、ぜひね、ダイソーに行ってこのオーロラ感をあなたの目で確かめてきてください。